今日は1位から3位をお届けします。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は6月の歌舞伎座にやってきました。台風が通ってて大雨です。でも皆さんにお届けしたくて、初日やってきました。それでは6月歌舞伎座大歌舞伎に行ってみましょう。レッツゴー。これから私のランキングを発表します。私のランキングですけども、3つの観点からつけてます。1つは私のドーパミンが上がるか、ワクワクするかドキドキするか感動するか。そして2つ目、私がもう一度見たいか、一幕見席や定額制でもう一度見たいか。そして3つ目は歌舞伎を初めて見る方、歌舞伎初心者の方にお勧めしたいかどうかという観点でランキングをつけています。そしてぜひ皆さん私のも参考にして一幕見席で生の歌舞伎を見てください。そしてぜひあなたの感想を書いてほしいです。歌舞伎愛という歌舞伎のポータル作ってますんで、お気軽に3行でも5行でもいい、あなたがどれが良かったかというところを書いてください。今日は1位から3位を発表します。第3位は昼の部1演目目、祇園祭礼進行記金閣寺です。今祇園祭礼進行記金閣寺が終わりました。舞台も大迫力、歌舞伎座のこの大きい横幅、大きな舞台をいっぱいに使った、舞台セット素晴らしかったです。いやでも役者さんの声がとてもよく聞こえ、一流の役者さんによる素晴らしい舞台という気がしました。いやこの金閣寺本当に見どころたっぷり、見せ場がたくさんある演目でした。まさに今 NHK の大河豊臣兄弟でも先日見たシーンです。木下藤吉郎、豊臣秀吉、この舞台では木下藤吉、真柴筑前守久義、そして対するは松永大前久秀、藤吉対久秀という戦いです。それにこの雪姫が絡みます。いや見どころ、この有名な三姫の中の一つ雪姫、時蔵さんがやってますけども、もうこの人妻で、ほのかな色気が匂う、でもきちんと、夫を思い、そして、操を守る、そして自分の実は父親の敵が獅童さんがやる松永大前だったと知る、その敵討ちの話。そしてこれは信長の密命を帯びて潜入したこの木下藤吉対こっちの松永大前という場面。そして大道具、この舞台の大きな競りを使ったまさに金閣寺が上下するというダイナミックな舞台、そういう3つが見どころだと思います。最後には、慶寿院という役で、なんと金之助さんが尼さんの役で出てきました。そして合間には雪姫の時蔵さんの、夫役ということで直信の米吉さんが出てきました。米吉さん、意外とハンサムでうなだれながら、やつしの雰囲気もある立ち役でした。そして途中はハラハラと桜が舞う中でも松永大前獅童さんに迫られる。布団が上の極楽攻め、声張り上げて歌え歌えなんていうふうに言われます。なかなか大人の実は芝居ですね。そして
実は太い縄で、雪姫が縛られる。でも本当にその中を桜の花びらがずっと舞うんです。その美しいシーン。そして NHK 大河では百姓上がりの豊臣の兄弟、そして松永大善を竹中直人さんがやってます。この正直言って小汚い2人、ワイルドな2人、大河の中ではそんな描き方です。今回の金閣寺の中では本当に藤吉がかっこいい隼人さんです。そして、大善も指導さん、国崩しというスケールの大きい敵役で、まるで白いダース・ベイダーという感じでしょうか。車引きの黒いダース・ベイダーとは異なる白いダース・ベイダーという整った衣装を着てるんで、本当に様式美が際立つ演目でした。この大河のこの泥臭い2人の戦い、そしてこの金閣寺のイケメン2人によるかっこいい戦い、あなたはどっちの藤吉対松永大善が好きでしょうか。これは好みかなと思います。きっと今日初日なんで、日にちが進むに比べてもう少し人間味が出てくる、そういうちょっとギラギラしたところ、そして雪姫の時蔵さんももっと色気が出てくるんではないでしょうか。ちょっとそういう人間臭さ、人間味あふれる舞台になっていくことを期待します。葵太夫のこの少ししゃがれが声が入ってるんですけど、それにビブラートがかかるという絶妙の太夫の声による雪姫、素敵でした。以上、金閣寺でした。そして第2位は神掛けて珊瑚大雪の序幕と二幕目です。今、神掛けて珊瑚大雪の前半、序幕と二幕目が終わりました。今日は言語塀を勘九郎さんがやってます。もうすごかった。前半だというよりもうノックアウトされました。すごいな、これは見るべきです。武士の忠義と、そしてでも真面目な武士の言語塀が恋に落ちてしまった小満という芸者に恋してしまった。そして人生を狂わせていく。そして最後は5人斬りをするというものすごい話でした。勘九郎さんすごい。顔鶴瓶の勘三郎さんを思い出しました。すごかったです。実はこの話は、実話を元にしてるそうです。小満言語塀の話ということで、もともとは薩摩藩士が大阪の曽根崎で、曽根崎新地の女に恋して騙されて女を殺すという事件があったそうです。1737年元文2年、吉宗の頃だそうですけども、この実話を元にしてるそうです。さすが鶴屋南北、すごい。この人物関係よく理解しておくともっと話が面白いです。この神掛けて珊瑚大雪は人物関係が非常に複雑なので、ここで5つのポイントをお話しします。1つ目は、この話の背景には忠臣蔵があるということです。浅野内匠頭が江戸城で吉良上野之助に切りかかった。それで切腹を命じられた。で、大石内蔵助が仇を取るために吉良邸に討ち入りしたという話です。
この浅野匠の神を円谷半眼、そして吉良上野之助を河野諸野と歌舞伎では言っています。まずそれが一つ目です。そしてこの話の主人公の薩摩源五兵衛というのは、実は円谷半眼に仕えていた不破和右衛門であると。で、仕えていたんですけども、浪人になって源五兵衛と名乗っている。でも、討ち入りに参加したいと。そのために金を集めなくてはいけない。自分が盗まれた金を集めなくてはいけないというところがあります。それが二つ目です。三つ目。三つ目は、この不破和右衛門には、両親徳右衛門という、実は家来がいた。そして、その両親徳右衛門の息子が、実は笹野屋三五郎であると。もう一人の主人公である三五郎ですと。ところが、三五郎は、この不破和右衛門の顔を知らないというところが、この不幸のそもそもの始まりです。自分の父親経由で、この不破和右衛門のために100両を集めようとしていたと。そして4つ目。この三五郎の女房がお六。そしてそのお六は芸者の時には小満と名乗ってた。そして源五兵衛はこの小満に恋をしてしまいます。でも実は三五郎とこのお六、小満の間には赤ちゃんがいたというのも悲劇です。そして5番目。5番目はこのお六のお兄さんの安家。なんと安家は三五郎、お六に長屋を貸していたりしたんですけども、実はこの不破和右衛門から円谷半眼の金を盗んだのは安家だったという、そういう不思議な運命の関わりがあります。これが神掛けで三五大切をより深く理解する、この源五兵衛の悔しさを理解するための5つのポイントです。真面目な源五兵衛がなんと小満という女に恋をしてしまう。最初の序幕では小満には実は笹野屋三五郎という松屋さんが今日はやってますけども、夫がいる。その夫と船に乗ってるところに源五兵衛と会う。小満はまた源五兵衛にいい顔をする。で次の序幕の2幕目では、実はでももう源五兵衛小満に入れ上げて、源五兵衛の家では全部質に持ってかれてしまっているというところが描かれます。その源五兵衛の唯一の家来の八右衛門を歌唱さんがやってます。おどおどといい味を出してます。そこになんと騙しに三五郎が来ます。松屋さんが来ます。あなたの好きな小満が大変な状態だと早く来てくれと。でやむなく行くと小満が身請けをされようと している。実はこれは源五兵衛を騙すための劇が仕組まれてます。100両ないと身請けで負けるということで最初は断っていた源五兵衛ですけども、ついに100両出してしまう。でもそこで実は騙されたというふうに分かる三五郎に、俺は小満の夫だと、お前は真男をしたんだというふうに言われます。いや、その時のこの源五兵衛の悔しそうな顔、いやーすごい勘九郎さんです。で最後花道を去る時に源五兵衛の勘九郎さん、はははは、
あはと狂った笑いをするんですよね。でもそこで終わりません。でも彼らがね静まったところに、なんとガラッと丸窓を開けて源吾兵衛の勘九郎さんが入ってきます。最後本当に、吉原で流れるような景気のいい三味線の中で人を切っていくんですよね。そして逃げていくというものすごいシーンでした。鐘がゴーンゴーンと鳴る中、いや悔しい、人生真面目な男が恋で狂っていく姿、そんな神かけて産後大切の A プログラム、勘九郎さんが源吾右衛門、そして松屋さんが三五郎の神かけて産後大切の前半でした。序幕2幕目でした。さあこれからどうなるんでしょうか。そして栄えある第1位、第1位は想像を絶する姿。でも序幕から見てほしい、神かけて産後大切の大詰めでした。おめでとうございます。今神かけて産後大切の大詰めが終わりました。いやーすごい、テーマもすごいし役者もすごいし、それを描いてる南北の脚本もすごいし、もう打ちのめされました。すごすぎる。結構惨殺の場面もあるんで途中で帰ってしまう高齢の女性のお客さんもいました。でもすごい、本水も使ってます。結局この小満への恋に狂う源吾兵衛勘九郎さん、小満を志の輔さんがやってます。この恋に狂って嫉妬に狂って、そしてそれを騙した三五郎松屋さんの怒りに震えて、結局小満を殺してしまう。そして小満と三五郎の子供も殺してしまう。でも最後なんと100両手に入れて、そして河野諸直、吉良上野介のお屋敷のお地図も実はサンゴが手に入れてくれたと。でそれが最後源吾兵衛に渡って、なんと円谷半岸の敵討ちの忠臣蔵の一派に加えてもらえたというところで終わりました。恋に狂った男も最後は忠義のために生きる決意をするという凄さがあります。結構ビジネスの世界で働いてると利を取るかそれとも情を取るかと迫られる場面があります。真面目な男ほどその情に狂っていくかもしれない。年を重ねたからの恋には狂ってしまうかもしれない。その中でこのちょっと小満の殺し方があまりにも過激なんで、見る方注意してください。途中からシャ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 という小満を殺した後音がする、何かと思ったら本水で雨が天井から降ってきました。その中を小満を殺した後、胸に小満の首を抱いたまんまその家から出て、で雨が降ってる見上げて、でからかさを差します。で見上げる悲しそうな顔なんですよね。勘九郎さんが悲しそうだけどもからかさを差したまんま花道を行く時にはキッとした狂った強がりの顔してきますということで、本当にすごい神かけで産後大切。ぜひこれは一幕見席で見るときも序幕二幕目そして大詰め続けてみることをお勧めします。以上、神かけて産後大切のレポートでした。神かけて産後大切、これ本当にめったにかからないんでぜひ見てください。 A プログラム B プログラム両方と面白いというふうに演出家の織田さん、
そしてイヤホンガイドの高木さんからも聞いてます。皆さんの感想をぜひ歌舞伎愛に書いてください。そして毎週 LINE 公式で新鮮な情報をお届けしてますんで、ぜひご登録ください。ということで今日は6月歌舞伎座、台風が上がりました。いやでも本当台風の中のような大水もあった6月の歌舞伎でした。それではまた歌舞伎を楽しみましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳ワウでした。それではまた。